それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり夜の妄想シリーズ、あの人が今考えているあなたのことについて見ていきます。よろしくお願いします。まずはオラクルカードとルノルマンカードを使ってあの人の今現在のテーマというものをもらっていきます。なんか穏やかさとか深呼吸っていうカードなので、深く息を吸って吐いてっていうのを繰り返していくっていうカードなので、そうですね、何か繰り返したい、深くゆっくりとリラックスしたいとかね、そういう落ち着いたカードが入ってきています。静けさとかをね表すようなイメージ。そしてルノルマンカードからももらっていきましょう。こちら2枚のカードを合わせて見ていきます。何かこう悟りを開いているようなね、そんなイメージもしてきますね。ディープブレス。はい、もう1枚で引いていきましょう。はい、20番お庭のカードです。静かだけど賑やかなカードもね入ってきていますよね。でも落ち着いてリラックスしたチルい時間を楽しみたいとか、そういうことでしょうか。2枚組み合わせていくと2人で会ったりおしゃべりしたり、コミュニケーションというよりはもうそのままデートとかね、そういうことを表しているんじゃないかなと思いますね。そしてそれを願っているんだけど我慢していたとか、そういうところが出てきてる。早く会いたいなとか、近くで存在を感じたい、一緒にご飯食べたいとか、美味しいものを味わいながらおしゃべりしたり、美しいものを見たり、映画に行ったりとか、そういうデートですよね。そういうことをしたいなっていうふうに考えてます。落ち着いたっていうのが入ってくるから、落ち着いた場所ですよね。賑やかな場所というよりは落ち着いた雰囲気、コンサートライブよりは落ち着いたジャズバーとかね、そういうイメージで入ってきます。もっと清らかなイメージも入ってくるかもしれないですね。はい、なんかこうお散歩して日光浴してとかね、お天気のいい日に桜を見に行ってとか、そういうことかもしれません。これが今あの人が感じている今のテーマっていうところなので、ではあなたと今したいこと、この人の中でどんな妄想をしているのかなっていうところをもらっていきます。そして夜をテーマにしているので、どんなちぎりを交わしたいとか、どんな風に触れていきたいのかっていうところを見ていきます。まずその前にあの人のコンディションっていうところもねもらっていこうかなと思います。1枚タロットからもらっていきます。あなたと夜の関係を結ぶにあたってコンディションというか、この人の中でどういうことを考えているのかなっていうところをもらっていきます。
いろいろ考えてはいるんですが、すごく前向きだし、心がクリアになるような、そんな風にも感じます。ペンタクルのページです。いいですね。誠実な愛情を見せたいとか、受け取りたいとかね、自分があなたに真剣なんだっていうことを伝えたいとか、あとそうですね、濃厚な夜にしたいとか、そういうことも感じます。口づけを交わしたいとか、それは決して気軽なものではなく、この人にとっても勇気のいることなんだと思います。でも自分のできる限りのことを精一杯尽くしたいっていうのが入ってきますね。あなたのことがとても大切、愛しているからこそっていうのもあると思いますね。ではこの後見ていきます。妄想ですね。どんなことをしたいと思っているのか見ていきましょう。はい、ではもらっていきます。はい、ソードの4番、強行のカード、そしてペンタクル8。はい、堅実ですね。ワードのクイーン、カップのナイト、ロマンチック、堅実かつロマンチック、そしてワンドのページも入っています。お相手が年下さんっていう可能性も高いですね。はい、ではその他にも見ていきましょう。はい、そしてソードの10、あなたと一緒になりたい、だけどそれは自分の中で夢物語として終わってしまうんじゃないかっていうね、不安っていうのが出てきてるかな、大きくねここ出てるかなと思います。あとそのことが終わることについて少し考えていたりとか、自分にはまだ実力が足りないんじゃないかとか、夜の技ですよね、匠の技とか、自分のバイタリティというか生命力とか、そういうエネルギーのことについて終わることに対して気にしているところがあるんじゃないかなっていうのが出てきてます。どこをどのように気にしてるのかなっていうところも、もう少しねここ1枚もらっていきましょうか。そうですね、妄想の中で終わってしまうんじゃないか、または実際にちぎりを交わしたとしても、それはあなたを満足させられないのではないかとかね、そのように感じていますね。ペンタクル6番、はい、そうですね、お互いが対等であるっていうところに対して自信がないっていう風に入ってきますね。自分の中で悲観的に捉えてしまうとか、後々になって終わった後に後悔するんです。同じタイミングで行くことができなかったなとかね、そういうことを考えるんだと思う。自分がもうちょっとね実力足りないから、もっとうまくできたらよかったのになとかね、そういうことを感じていますね。あの人の妄想ですよ。だからいろんなことを考える中で、いろんな手をね、いろんな手段を考えていく中で、あれもこれも妄想してみたけど、なんか同じタイミングでバッチリとねタイミング噛み合うとか、相性とかの問題とかもあると思う。そこでお互いがしっかりと、行くことができるのかなとか、同じタイミングなのかな、どうかな、自分が遅いのかなとか早いのかなとか、そういうところを考えているところがあるんじゃないかな。そして自分ばかりが受けになっているんじゃないかとか、自分ばかりが攻めになってるんじゃないかとか、その偏りっていうところも気にかけているところがあるかもしれません。できればお互いの同じ度合いでね愛し合いたいなっていう、そういうところがお相手の今一番気にしていることかなというふうにも読み取ることができますね。ここです。補足としてはペンタクル6番です。うまくバランスが取れるだろうかっていうところですね。そこに対して自分自身ダメなんじゃないかな、自分の中で納得いかないっていうところです。あの人の妄想の中では
誠実さっていうところを打ち出していきたいなっていうところがすごくね現れています。どんな攻め方するのって言ったら、自分が取り柄っていうところを前面に出していって、それは誠実さとか、あとそうですね、今自分の中でこれが一番ベストなんじゃないかっていう手法っていうのを使っていきながら、オーソドックスな手法かもしれませんね。その世間一般的にいいんじゃないかって言われてるような情報とか自分の経験とかを活かしながら攻めていくよっていうのが出てきています。ペンタクル8、いいですね。すごく誠実です。自分の誠実さっていうところをすごくまんべんなく発揮していきます。まめな方っていうのが、まめな攻め方かっていうのが入ってくるので、なんか一点集中してどこかをすごく攻めたりとか愛したりとか、そういうことが出てくるかもしれない。最初はソードの4番なのでスロースターターなんですね。照れ、恥ずかしさとか、あと自分自身の中でまだエネルギーを貯めて後から爆発していくタイプでも消極的かなっていうのがここ全部から伝わってきます。恥ずかしがり屋なのかもしれないですね。あと自分に自信がないっていうのが入ってきます。どうしても実力が追いついていかない、気持ちに追いついてこないとか、自分の魅力がまだ足りないんじゃないかとか、あなたに伝わっていないんじゃないか、伝えられるかなっていうところで不安に感じていたり、スロースターターな分ゴールも多分遅いと思うんですよね。かもしくはスロースターターなんだけど思ったよりも早くゴールを迎えてしまうとか、そういうところを気にされてるかもしれません。だからこそバランスを取りたい。それがすごく不安なんですよね。それに対して何か言われたりとか指摘されるのが怖いとか、そうですね、スロースターター、あとは終わり方についてのこととかもね、不安に思っているところがあるっていうのが出てきています。だからすごくガツガツ攻めるというよりは、自分の誠実さを持ってゆっくりと進めていくような感じだし、時間かけて一箇所をね攻めていくような流れですね。本当お手本のような流れでいくんじゃないかなっていうところがあります。プラス遅い、ゆっくりっていうところがありますね。はい。そしてこの人の中で今何が一番自分の中で気になってるのかなって言ったら、本当に自分の魅力があなたに伝わっているのかどうかっていうところですね。妄想なんですけど、頭の中でイメージトレーニングしていても、自分の魅力をどうやって発揮すればいいんだろう、どうやって伝えたらいいんだろう、もっとうまく伝えていけるためにはっていうところで、自分いっぱいたくさん経験して経験値を積んであなたに魅力を伝えていかなきゃなっていうような、そういうお気持ちっていうのが出てきています。あとやっぱりスロースターターっていうのを気にされているところがあるので、それをね強みとして自分の魅力として視点を変えてうまく活かしていきたいなっていうところはあるとは思うんですけど、そこについて不満に思われたらどうしようとか、そういうところも両方あるような感じがしてきます。もっとね性的なエネルギーを活発化させていきたいとか、届けたいとか、そういうところが出てきていますね。そしてあなたに何を求めてるのかっていうと、カップのナイトさんでロマンチックな様子っていうのが描かれています。優しく受け止めてほしいとか、受け止めるだけじゃなくて、あなたの方からもロマンチックに動いてきてほしいなとか、そういう願いというかロマンチックな妄想みたいなところをね感じていますね。ロマンチックな展開を求めている。自分がすごく現実的だけど、あなたにはロマンっていうところを求めていますね。ちょっとこの夢物語のような存在とか、妖精とか天使とか、そのような存在、リアリティを感じないような、そういうところを求めているところもあるかもしれないですね。ただもう優しく流れるようにやり取りしたいなとかね、お返事してほしいとか、感じてほしいとか、そういうところがあります。気持ちがちゃんと伝わって、そして満足させてあげたいし、あなたの方からも持ちかけてほしい、願いを言ってほしいとか、あなたの今してほしいことっていうのを伝えてほしい、この最中にね伝えてほしいとか、ここがいいなとか、こういうところ素敵よとか、そういう風に柔らかく優しく伝えてくれると、すごくやる気がアップするよっていうのが伝わってきます。はい、すごくね消極的なんだけど誠実な方っていうのが入ってきます。で、気にしていることについては、あなたの方でね優しく
大丈夫だよっていう風に声をかけてあげると自信につながっていくんじゃないかなと思いますね。ではこの人との実際に体の結びつきがあった場合って相性どうなのかな、どんな感触をお互い覚えるのかなっていうところをもらっていきましょう。それはルノルマンカードからもらっていきます。まず、ちぎりを交わした時にあなたが感じるお相手への感触ですね。はい、もらっていきましょう。23番ネズミのカードでお相手の方がもらってきます。もう少しタフであったらいいなとかね、そういうことを考えていますね、あなたの方が。なので初回は少し満足がいかないんじゃないかなっていうところがあなたの感覚で入ってきます。それをお相手に伝えるか伝えないかっていうのはひとまずね置いといて、あなたの方では少し自分の、理想通りではなかったような運びなんじゃないかなっていうふうには感じますね。お相手の方は大変満足だっていうのが出てきています。あなたに優しくしてもらって寄り添ってもらってこうやって肌を重ね合うことがすごく自分の心の充実へつながっていくっていうのが伝わってきますね。相性がいいっていうふうにお相手は感じるみたいですね。でもあなたの方がね、ちょっと違うんだよなとかね、足りないんだよなとか、自分にとってはちょっと痛かったなとかね、そういうことがあるみたいっていうことで、じゃあどうすればいいのかなっていうところをまずアドバイスとして1枚もらっていきましょう。まさかそのネズミのカードが出てくるとは思わずおっとなったんですが、あなたそうですね、多分どこかしら引っかかるところがあなたの中にある。だからお相手も想像の点でもうこの世の終わりみたいなね、もう自分立ち上がれませんみたいなところを気にしちゃったりとか、そういう最初はねそういう流れになりそうな感じもするんですよね。お相手の妄想通りの展開になっていくというか、どうすればいいのかなっていうところでアドバイスカード1枚もらいましょう。カップの9です。はい、そうですね、この何か思うところがあるんですよ。感じるところがあると思うんです、あなたの中で。足りないとか、もうちょっとこうだったらいいのになとかね、自分の中のなんて言うんでしょうね、お相手と交わることによってモヤモヤが少し残るので、それを解消させて自分が満足いく方に導いていくといいんじゃないか。多分それは気持ちが通じづらいとか、タイミングの問題かもしれないし、そうですね、そうだな、そういうところかなと思います。なんかこう体はつながってるんだけど気持ちつながってるかどうかっていうところを感じ合えなかったりとか、そのあたりについてちょっと自分の中ではって思うところが出てきたりとかっていう可能性もあるんですね。気持ちを満たしてあげることっていうのがここねアドバイスで出てきています。自分自身の気持ちを満たすこともそうだし、お相手の気持ちを満たしてあげるような、あなたの行いっていうところがいいんじゃないかと思います。または自分の願いですよね。このようにやってほしいんだってことをお相手に伝えるとか、そういうところがすごくねいい効果をもたらすでしょうっていう風に出てきています。はい、自分の願望成就へ向けてこのストレスから抜け出していくためにね、自分の願望をお相手に伝えていくっていうのが入ってきます。そうするともっとねいい相性になっていくと思います。また回数をこなしていくとより良いものになっていくのではないかなと思いました。では、最後に好転アドバイスもらっていきます。お相手がこれからもっと上達する可能性がありますから、開発の余地ありということであなた好みに仕上げてくださいっていうようなところでしょうか。はい、でも真面目で勉強熱心な方なので、そのことについてはあなたがこうしてほしいなっていうところを聞いてくれて、よしじゃあこういう風にしていこうっていう風にね取り組んでくれると思います。はい、いいですね。でそしてあなたにくっついていたいっていうのがあるから、いつも一緒にいたいとか、肌を重ねるときはずっとこう肌身離さずずっと一緒にいたいとか、そういうところが出てきています。くっついていたい、寄り添っていたいっていうのがありますね、お相手の希望として。
そして目的というか、肌を重ねることについての意義というか、意義まで言っちゃうとちょっと大きなことですよね。大義とかねまで言っちゃうと大きいことなんですけど、2人が肌を重ねることは楽しいことなんだっていうことを、まずそれを一番に感じてくださいっていうのがここ出てるかなと思います。肯定メッセージです。そしてどうすればこのお相手と実際に肌を重ねていけるかなって言ったら、楽しいことを積み重ねていくっていうのが入ってますね。デートするとか、ここにも今出てるんですけど、お相手と連絡取り合ったりコミュニケーションを取ったり、いろんなことを経験していく中でも楽しさっていうところを追求していくといいと思います。もっとこうじゃなきゃいけない、こうあるべきだとか、そういうところから外れて流れに身を任せて、この実際に肌を重ねていくのも自然の流れに身を任せて、で修正するところは修正しながらも、最初は流れに身を任せてくださいねっていうところは出てきていますよ。楽しみましょう。それが一番です。すごく清らかなお相手ですよね。こうやって見ていくと、ご自身の中の願いもとても清らかだし、あと繊細なのかなっていうふうに思いました。だからこの人があの人があなたの反応をよく見ていたりとか、ここはちょっとあなたにとっては満足いかなかったのかなとか、そういうことを感じ取りやすい方なのかもしれないですね。何も言わなくても伝わってしまうのかもしれなくて、で悪い風に受け止めてしまうとどんどんと沈んでいっちゃうので、そこをうまく持ち上げるのがあなたの役目なんだと思います。2人の相性としてはね、そういう役目だよっていうのが入ってますね。ではお選びいただいたオラクルカードからもメッセージをもらっていきましょう。2人がより良い関係を築いていくためにっていうアドバイスカードです。あなた自身の自分自身の価値を守るために、時には声に出していくことも必要でしょうっていう、声に出して伝えようっていうカードです。それは今までの流れでも出てきていましたね。何か思うことがあるのであれば声に出そう。それは肌を重ねるだけではなくて、それより前の問題もそうかもしれないですよね。今感じていることを伝えていこうっていうのが、具体的に2人の仲を進展させるアドバイスカードとして入っていました。こちらもぜひお受け取りください。今回は夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人が今あなたと肌を重ねることでどんなことを妄想しているのか、何を気にしているのか、何を求めているのかっていうところを見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは夜のちぎり、夜の妄想シリーズ、あの人があなたのことで考えていること、妄想していることについて見ていきます。よろしくお願いします。まずは今あの人がどんな妄想をしているのかっていうテーマになるようなものをオラクルカード、ルノルマンカードを使って見ていきます。その後にあの人があなたと肌を重ねることについてどんなモチベーションでいるのかなっていうところを見た後に、あの人の妄想について見ていきましょう。どんなことを考えているのか、どういうふうにしたいのか、気にしていることはあるのか、何をあなたに求めているのか。はい、まずお相手のテーマとなるようなものですね。鮮やかだなっていうのが入っています。もう早く肌を重ねたいなっていうのが伝わってきます。リアタイでご覧になっている方は本当に近いうちに実現したい、させたいんじゃないかっていうお相手の、今考えていることが入ってきています。本当にあなたと一緒にいてドキドキワクワクしていて、この勢いのまま勢いに乗って肌を重ねたい。多分ゴールデンウィークあたりにはっていうところを考えていると思います。でもしこれをリアタイでご覧になっていない方は、近い将来このように実現していけばいいなっていうふうに感じてるんじゃないかなっていうふうに感じますね。タイミングを見ているとか、そしてすごく鮮やかなので、この人の中で今気持ちがキラキラしてるんですよね。そしてルノルマンカードも使って見ていきます。
私が思うのは、もう近々これが実現するんじゃないか、実現させたいんじゃないかっていうふうにお相手が期待していたり、計画している、計画というか、次会った時にとか次デートをした時にはっていうところを考えてるんじゃないかなと思います。そうですね、子供のカードも出てますから、すごく純真な気持ちで今思ってる。もうただただ一緒にいるだけですごくドキドキ楽しいとか、早くつながりたいなとかね、もっと次の進展を望んでいたりとか、そうですね、本当にそのような楽しさ、ドキドキ感っていうのが伝わってきます。ではそのお相手のモチベーションっていうところを見ていきましょう。あなたと実際に肌を重ねることについて今どう思っているのか、タロットカード1枚出して尋ねていきます。そしてその後にどんな妄想をしているのかっていうのも続けて見ていきましょう。いや、いいですね。なんかこう新しく始めていきたいっていうのがあるので、もしまだ関係性持っていない方でも、これからこう予感しているものがお相手の中であるみたいですね。で、その関係性を持っている方だったら、もう次のデートでまたっていう風に考えてると思います。ではまずお相手のモチベーションっていうところでは、ソードの2番が出てきました。で、待ちきれないよっていうのが入ってますね。早く会いたくて仕方ないとか、あと実現化するまでにもう待てないんだっていうギリギリのところまで来てる、もう自分の気持ちがいっぱいいっぱいのところまで来てるんだとかね、見た目というか、話してる時はあんまりそういう、なんて言うんでしょう、夜のイメージというか、そういうところを出さないようにしてるんですがね、心の中は恋する気持ちと肌を重ねたい気持ちと両方今揃ってるよっていうのが出てきていますね。ではもう少しもらっていきます。お相手があなたに求めていることとか、自分自身が気にしていることです。果たしてそれはどんなことなのか、どんな流れでお誘いしたりとか、どんな運びで物事を進めていきたいと思っているのか、いや、頼もしいお相手ですよね。このように見ていると、もう期待でしかないっていうのが入ってますね。すごい、ラバーズも入ってます。あなたに求めていることって本当にね、こうつながり合って、こうお互い満足いくようなものにしたいとかね、そういうことが入ってます。ただここソードの3番が入りました。これはどんな意味があるのか、もう少しタロットを切ってもらっていこうと思います。お相手の中ではどのような運びで持っていくのかって言ったら、もちろん自分がリードしていくんだっていうところ、自分がお誘いしたりとかリードしながらあなたを満足させるもの、そのような流れを作り出していきたい。もう自分軸ですよね。自分主軸で自分の流れに持っていきたいっていうところがあるので、頼もしいですね。活気もある、バイタリティもある、生命エネルギーも感じますね。大胆かつロマンチックにっていうところが入ってるんですね。で、そして流れとしてはそのように流れていきます。そして結びつき最後っていうのもとっても満足いくものだって、あなたを愛して自分からリードしていって、あなたを愛していって満足させてあげたい、そんなもう完璧な流れっていうのを頭の中に叩き込んでるような状態で、ここにとてもお相手の優しい気持ちとか、あなたを愛してるんだよっていう気持ちが入ってきてるから、そうなんかこう自分だけが良ければいいではなくて、自分がリードしていってあなたをとっても愛したいんだっていうね、そんな最高の流れを作り出したいっていうのが入ってきてます。すごい素晴らしいですね。この人の匠の技っていうのも持ち合わせてるものあると思うので、十分にあなたを満足するものなんじゃないかなとも思います。そして期待でしかないよって、今この妄想の中ではね、期待でしかないよ、そしてあなたもときめいてくれるんじゃないかっていう、そんなねワクワク感っていうのがすごく伝わってきます。はい、そうですね。そしてまだこのままじゃ
物足りないからもっとつながり合いたいとか、とても我慢しているところがある、自分がセーブしているから2人のバランスが今取れているとか、この妄想の中でも初めは少し抑え気味に行くんですよって、リードするっていうかエスコートするような流れですね。優しくエスコートしていくんだけど、本当の自分の本音っていうところはもっと荒ぶりたいとかね、そういうところが入ってきています。まだまだこのままだと満足いかないから、もう少し先へ奥へ奥へ潜っていきたいなとか、もっと広いところを目指していきたいなっていうところはある。でも十分にあなたを満足させてあげられるんだったら、今はそれが自分の幸せとか満たされる気持ちっていうところにつながっていくから十分だっていうのは入ってますね。ただしソードの3番が入ってるので、これ深掘りしていくと迷いとか、選択肢の多さとか、そういうところが入ってくるんですよね。それはでもその他のカードがすっごく前向きでポジティブだから、何かあるのかなって一瞬思ったんですけど、で深掘りしてもカップの7なので、悩み迷い選択とかそういうこともあるので、この2人が肌を重ねたことによってそこで生み出されるものは何だろうかとか、あとそこで自分たちだけの世界に浸りたいっていう思いもある。そしてあとは選択っていうカードも出てるから、肌を重ねた後に例えば交際するとか、もっと深い関係になるとか、確かな言葉を交わし合いたいとか、そういうことも出てくるかもしれない。何かを選び取るとか、そこについて深く考えたりとか、またはあなたにきっぱりと選んでほしいとか、そういうことも出てくるかも。選択をあなたに迫るとかね、そういう可能性もあります。そしてその選択っていうのが恋愛関係上での選択もそうですし、あとは肌を重ねることでの選択なので、もっと深くまで攻めてもいいですかっていうことに対しての許可を欲しいとか、そういうことだと思います。肌を重ねることによっては深くまで貫いていきたいとか、もうハートを打ち抜くだけではなくて、もっと奥まで行ってもいいでしょうかとか、次の展開へ進んでもいいですかっていうところで、そうですね、それをいいですよっていう風に言ってほしいとか、そういうことも出てるかなと思いますね。貫いていきたい思いがあるとか、そういう風にも感じます。そしてソードの3番っていうのは、まずこの心の痛みとかそういうのも表しているんですが、もしこの、心の痛みで取っていく場合は、ここに迷い悩みとか現実を直視できないことっていうのが入ってくるので、そのことについて深く考える時があるかもしれないなとは思います。ただこちらの6枚見ていてもとても、並びがいいので、何か問題があるからすごくひどく落ち込むとか悩むとか、そういうふうには読まないかなと私は思いますね。どちらかというと深く貫いていきたいとか、そうですね、痛みを伴ってでもつながっていきたいものがあるとか、選び取っていきたいものがあるとかね、自分のもっと広い世界へ向かっていきたいとか、そういうところがあるんじゃないかなと思いました。肌を重ねることによって結びつきを強いものにしたいとか、またはお相手自身が選択するのかもしれない。肌を重ねることによって何かを決める、決断するとか、現実に目を向けてあなたをもっと大事にしたいなとか、あなたっていうところでね、何かを決めるところがあるのかもしれない。もしこの心を痛めるっていう風に意味を取っていくとするんだったら、そのように読みます。で、夜の関係性で取るんだったら深く結びついていきたいって読むかなと思いますね。で、ルノルマンカードで実際に肌を重ねた時、一番最初肌を重ねた時に、あなたがどう思うのかっていうことで1枚と、そしてお相手の方で1枚出します。お相手がどんな風に感じるのかなっていうところです。はい、ではお互いの印象をっていうところをもらっていきましょう。では見ていきます。あなたはあなた自身のカードです。お相手はライダーのカードですね。
これ早く自分から動いて願望を達成させるっていうね、願望に向かって早く動くっていうカードなんです。すごくいいカード。ノルマンカードの中ではすごくポジティブなカードです。自分が勇ましく動いていくことによって自分の望みが叶った、もう我慢するところから抜け出したっていう風に、大変満足ですっていうのが入ってきますね。自分の動きもそうだし、エスコートの仕方っていうのも完璧だったんじゃないかって自信持って言えるよっていうのが入っていますね。そして自分自身もすごく感じることができたから、あなたっていう存在を感じることができたし、愛し抜いたからこの一晩っていうのはとっても良かったっていうのが入っています。あなたの方は自分っていうのが入ってますね。お相手にエスコートされて、自分すごく嬉しいなとか満足だわとか、そういうことが伝わってきます。あなたにとってもすごく良い一夜になるのではないかなっていうように出てますね。お互いがすごくいい、あなたのことを大切にエスコートしてくれるから、愛される実感、喜びっていうのをあなたは感じると思いますね。ではこの後を見ていきましょう。好転アドバイスっていうところでもらっていきます。こう見ていくとね、すごくいい流れかなと思いますね。2人の感触っていうのもいいでしょう。ラバーズも入ってるからね、結びつくときめき、共感、そういうのも入ってきます。ではあなたへのアドバイスカードで、どうやったらもっとお相手とより現実的にこの流れに持っていけるかなとか、どうしたらもっと仲良くやっていけるかなっていうところをもらっていきます。中にはもうすでにね、ラブラブな方も多いんじゃないかなと思いますね。お相手の中で、マトリックスのカードが入ってますからね。ここです。すごく鮮やか、色鮮やかだし、愛し愛されてそれを喜び合うような、そんなカードが入ってきています。で、今まさに、グッドタイミングというか、自分の中では今がチャンスなんじゃないかって思えるような、そんなお気持ちスタンスでいます。どうやったらこのお相手ともっと仲を近づいていけるとか、仲良くなっていけるかなっていうと、耳を傾けるっていうカードが入ってます。お相手の話を聞くとか、周りの話を聞くとか、自分自身の心の声を聞くとか、耳を傾ける。どの方向に傾けるのか、今あなたの中で思い描く方へ傾けてみてください。お相手からまだ聞けていなかったことが聞けるのかもしれない。そして自分の中でも迷いが晴れるのかもしれない。タロットからも1枚もらっていきましょう。どうしたらもっと仲良くなっていけるのかな。デスのカードです。デスは新しい世界への扉を開いていくために、ここで区切りをつけて何かを終わらせる必要があるっていうことが出てきています。終わりと始まりです。何かを終わらせることによって新しい世界へ行けるとか、新しい世界へ行くために今手放せるものを手放して自分の中できれいに整理整頓しましょう。自分自身の中でっていうね。あとは生産できるものを生産するっていうこともある。なので今このワードについて自分の中に当てはめて捉えてください。新しい世界、つまりお相手ともっと仲良くなるために、現実化させていくためにも、今自分の中で、あなた自身の中でリセットするというか、新しいスタート起きる必要があるんじゃないかなと思います。それはお相手の気持ちを勇気を持って聞いてみるとか、単刀直入にどう思ってるの私のことって聞いてみるっていうこともそうかもしれないし、もっと他に自分自身の心の声に耳を傾けて、自分は本当はどうしたいのかなっていうことを尋ねることなのかもしれません。この耳を傾けて聞くことっていうのと、この終わりと始まりのサイクルを表すです。新しい夜明けを迎えるっていうこの2つのカードから、今あなたの中で連想されること、メッセージをお受け取りください。そしてお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきます。美しい人を表すカードです。目標を達成する方法をあなたはもうすでに知っています。そして
どうしたらねお相手と仲良くなっていけるのかとか、現実的に肌を重ねていけるのか、良い一晩を過ごせるのかっていう、それも全てあなたは知ってる、感じてるし、そしてあなたの才能っていうのは自分自身が輝く存在を持っている、存在感を放っているっていうことと、自分自身の魅力をよく分かっていますよねって。だからその魅力を伝えていって、そしてお相手からのお返事、どのような反応が返ってくるのかっていうのをしっかりと受け止めて、それを活かしてくださいって。自分の活かし方っていうのは十分もう自分自身分かってるので、多分自分の中でも心の答えっていうのが出てると思います。自分がどういう方向性でいこうかなとか、どっちを向いていこう、どこに耳を傾けていこうかなっていうことも全部分かってると思うんです。自分の魅力のアピールの仕方っていうのも全て分かってるので、それをあとは最大限に生かすだけですよっていう風に出てますね。はい、こちらもお受け取りください。今回はお相手があなたに今求めていること、そして気にしていることで見ているんですが、お相手ね、気にしていることっていうかないんですよね。もしあるとしたら、距離が離れちゃうこととか、離れていることとか、なかなか会えないことっていうのがあるかもしれないけど、それよりも今あなたと結びつくことをすごく楽しみにしている、早く会いたいなとか、そういうことを楽しみにしているので、次会った時がすごくチャンスなんじゃないかなと思います。あと強いて言うんだったら、ここのそうですね、お相手が何かを決める、迷いから抜け出す、お互いが抜け出すのかもしれませんね。新しい世界へこれから2人で乗り出していくっていうところでした。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、あの人の夜のちぎり、夜の妄想シリーズで、今あなたに求めていること、そしてお相手自身が今気にしていることや、今のテーマっていうところをもらっていきます。よろしくお願いします。早速オラクルカードを使って、今あの人のテーマもらっていきます。あなたとしたいことですね、見ていきましょう。このオラクルカードとルノルマンを使って見ていきます。その後で、タロットを使っていきながら展開していきます。あとね、このあなたと肌を重ねることについてのお相手のモチベーションというか、どういうことを考えてるかなというところまで見ていきます。まずオラクルをもらっていきましょう。わー、すごい。はい。手放すことによってあなたとつながりたいとか、つながることに許可を与えるっていうことかなと思います。手放しではあるんですけど、何かを手放すことによって2人がぎゅっと結びつく、心も体も一つになるっていうことを望んでいるし、あとはですね、ノルマンでもう少しもらっていきましょう。何を手放すのかなっていうところもね、欲しいですよね。なんだろうっていうところ。そしてもう少しね、何を求めてるんだろう。自分自身を解放させる必要があるなって今感じていて、あなたともっとより良い関係になっていくために、今関係性を持っている方だとしたらね、より豊かになっていくためにっていうことで捉えてください。で、まだ関係性持っていないよっていう方だとしたら、自分自身を解放させる何からっていうところですよね。それは自分なんだって、自分自身を許すことや自分自身を解放させることで、もっとあなたと距離が近くなるとか、肌を重ねていけるチャンスが現れるとか、そういうことを考えています。もうすごくいいですね。ハートを2人で、ここですね、2人でリボン結びつけている、こういうイメージをお相手は持っている。何から抜け出したいのか、ブックのカードが出てきました。
でブックっていうのは、一部では秘密の関係性や秘密の恋愛っていうのを表すんですね。それ以外だと学ぶとか習得するとか吸収するとか、また本を開くことによって何か打ち明けたいとか、そういうことも表しています。自分から打ち明けたいことがある、中には秘密の恋愛っていう方もいるかもしれないんですが、でもそれでもね、自分の中で自分の気持ちを打ち明けたい、打ち明けることを自分自身で許可を与えて解放させていきたい、そういうことが入ってきます。あと一部の方ではね、お仕事関係の方っていうのも入ってくるかもしれないですね。複雑な事情とかがある方っていうのは、そういうのも踏まえた上であなたと結びついて、もっとより良いものにしていきたいというか、これからも長くお付き合いしていきたいとか、そういうお気持ちがあります。お相手がね、自分勝手な気持ちかもしれない。だけど2人がね結びつくことを自分自身も認めたいし、認めてほしいしってこともありますね。そして複雑な事情とかがなくてっていう方だとしたら、より豊かなものへしていくために自分自身もっと経験が必要だなっていうふうに思ってることもあるし、自分の気持ちを打ち明けるっていうこともそうだし、まだこの人の中で抱えてる何か気持ちかもしれないですよね。告白したいとかね、肌を重ねるお誘いをしたいっていうことかもしれないし、このあたりがこの人の今のテーマかなと思います。では、あなたと肌を重ねることについてのこの人のモチベーション、今どうかなっていうところを見ていきます。それはこちらのタロットカードからもらっていきます。そうですね、中には距離があるよとか、離れちゃうよっていう方もいるかもしれない。離れているよとかね、あと SNS 上のつながりとか、そういう方もいるかもしれませんね。この人の今のモチベーションっていうところを見ていきます。ペンタクル10ですね。何か真面目な方かなっていうのが入ってきます。今感じるのは、ルールを守らなきゃいけない。だけどそれをなんていうのかな、自分の心をねオープンにしてしっかりと伝えていきたいとか、そして円満な関係を続けていきたいとか、始めていきたいとかっていうことが伝わってきます。ペンタクル10は繁栄のカードなので、もっとね豊かな関係性を永久的に続けていくためにも、自分自身の気持ちまたは何かしら解放させていく必要があるなっていう風に、自分っていうのが入ってますね。ではお相手のまずね妄想を見ていきましょう。どんな風にあなたを導きたいと思っているのか、導かれたいと思っているのかっていうところで、またはこの人の願いや悩みとかね、そういうところももらっていきます。離れてる方、遠距離の方いますかね。すごくこの人誠実で真面目な方っていうのが入ってきます。カップのページ。近いんじゃないんですか、その肌を重ねる瞬間が。ワンドの7番、カップのクイーン、素敵、すごく素敵ですね。でジャッジメントのカード、そしていいですね。とっても素晴らしい。マジシャンを表すカードです。でそうですね、これからまさに始まっていくとか、もうすでにねお付き合いしてるとか関係性持ってる方だとしても、もうこれからだとしたらね、家族としてとか生涯のパートナーとしてこの人は考えているし、何かを打ち明けてより良いものにしていきたいとかね、そういうことを考えています。長続きする交際をしたいとか、そういうことも考えているし、そしてこの人の今肌を重ねることについての、どんな妄想をしてるかなって言ったら、すごく誠実でロマンチックでほのかに明るいとか、輝く、キラキラ輝くというよりはほのかに明るいんです。そしてロマン、
ロマンがあるなっていうのを感じますね。いやでもキラキラ感も少し感じるかなと思います。すごく期待していて、もう間もなく実現するんじゃないかなと思っています。まだ関係性持っていないよっていう方は、夏までにはっていうふうにこの人の中で考えてることがある。あと関係性持っている方は今まで通りにというか、いつも通りっていう感じで、今までのスタンスを変えることなくこのまま肌を重ね続けていきたいなっていうことを感じています。すごく期待していますね。あなたと結ばれることについて。もちろん自分がリードしていくよっていうペンタクル金運は入ってきてますからね。誠実に安定した関係を育んでいきたい、リードしていきたい。今夜は自分がリードしてあなたを、満足させるような夜にしたいとか、ただ満足だけではなくてカップのページも入ってるからドキドキするような展開を求めていたり、または自分から刺激的な何かをねプラスしてみたりとか、そういうことが出てきています。いいですね。その朝まで続くよみたいな流れですね。この流れとしては親しく会えていなかったから盛り上がってくる感情とか、そういうことも入ってきます。はい、そしてこの人が今気にしているところはジャッジメントです。ジャッジメントっていうのは、良い結果を聞くとか、知らせを聞くとか、または復縁、再開、再スタート、刷新とか、そのような、意味合いがあるので、ここについてお相手が気にしていることは今言ったワードの中に含まれています。今距離が空いて離れちゃってるよっていう方は、近くまた再会して楽しみたいっていうことだし、復縁とかね、そういうことも入ってるかもしれないし、あとは良い結果が欲しい、結果が出るのかどうかっていうことを気にしてるっていう方もいるから、あなたが満足したかどうかっていうことをちゃんと聞きたいとかね、そういうことだと思います。はい、そしてあなたに求めていることはカップのクイーンなんです。もう私のこの誠実な愛を、そしてこの生命エネルギーをもう思う存分受け取って感じてくださいっていうのがお相手のあなたに求めていることです。優しく受け止めて、もう感じて、あと声に出して聞かせてほしいっていうことが伝わってくるので、思うこと、感じてることがあったら伝えてほしいなっていうことですね。そしてそれは決して刺激的なことではなくて、優しさとか愛情に関わることとか、あなたがいいなって思うことを聞かせてほしいっていうことですね。ダメ出しをするとかじゃなくて、ここがいいとか、こういうところ素敵とか、そういうところを伝えてほしいってことが言われてるんじゃないかなと思いますね。はい、いいですね。そしてどんなことがあってもめげずに頑張るよっていう風な、この人の考えやスタンスっていうのがここに出てきているから、何かがあったとしても、困難があったとしても頑張るよとか、そうですね、奮闘するとか、粘り強く取り組む、諦めないっていうのがここで入ってます。課題点があったとしても取り組んでいく、前向きに解決するっていうね、自分のモチベーションっていうのが高まっていますから、なので何かじゃあダメなところあるのかなって言ったらないんですよ。もしあなたの声を聞いて、もし改善するところがあるんだったらそれは直すし、なければね、もう自分の勢いのまま進んでいく、あなたとのバランスを見ていきながら自分がもうリードしていくんだっていうところが出てきています。いいものになるんじゃないかっていうふうにね、この人の中で考えているところがあります。新しく生み出されていくエネルギーとか、感じる気持ち、つながる気持ちっていうのを大事にしたいっていうのがあるので、一夜限りでは終わらないんじゃないかなっていうのが出てる。朝まで続くとか、その日だけではなくて、これからも何度もね、肌を重ねていきたいとか、そういうことがあります。長くお付き合いしていきたいっていうことですね。そういうのが出てますね。ゼロからのスタートっていうのがありますから、まだ関係性持っていないよっていう方は、今もう間もなくですね、夏までにはっていうのが入ってくるので、そのあたりまでにはラブロマンスを経験して、それから何度もね、2人で会うような機会が訪れるんじゃないかなと思います。では実際に
にルノルマンカードを使ってお互いが初めて肌を重ねた時に感じる感覚っていうのをどんな感じかなっていう風にあなたとお相手ともらっていきます。まずあなたの方から、あなたはどんな風に感じるだろうか。はい、わあすごい愛、ハート、お相手からの愛情をすごく受けて、私愛されてるって、僕愛されてるっていうのをすごく感じる、もう愛が伝わってくる、愛を受け取るっていうのが出てますね。ここですね。ではお相手はどんな風に感じてくれてるんだろうか。初めて肌を重ねるとき、38番お香のカードですね。ここ少し足していきましょう。お香ね、浄化なんですよ。だから心がクリアになるとか、そうですね、自分の中ですっきりするっていうのが一番しっくりくる言葉かなと思います。肌を重ねることによって、浄化、心も体もクリアになるだけではなくて、なんかこうね、邪気が払われたような清らかな気持ちになるっていうことです。浄化を表すカードです。はい、追加でもらわなくても良さそうですね。はい、何かモヤモヤ抱えているものがすっきりするとか、あとはなんかね、こう詰まっていたものが循環が良くなってすっきりする、体がすっきりするとかね、そういうことでしょうか。肌を重ねることによっていろんな感情やエネルギーが放出されて交わることによって一つ明確なものが出てくる、そういうことも伝わってきます。ではアドバイスカードをもらっていきましょう。よりお相手と仲良くなっていくためにとか、実現化していくためのポイントアドバイスでもらっていきます。そして今これを見ると力のカードとつなれ人のカードが入っているので、忍耐が必要だなっていうのは出てきています。仲良くなっていくためにとか、あと肌を重ねていくためにとか、これから今交際されている方でもこれからもっと豊かな関係になっていくためには忍耐、時には忍耐も必要でしょう。そしていつでも優しく寄り添うお気持ちもお忘れなくっていうことも入ってきています。そしてありのままにっていうのが入っていますね。ありのままでいると新しい世界、または次の展開や関係性っていうのが見えてくるでしょう。今はまだこうじっと耐えている必要があるのかもしれない、そのように感じている方がいるのかな。離れているんじゃないかなって感じたんですね。なかなかデートできないとか、距離がある遠距離とか、あとは SNS 上のお付き合いで直接会うのはそんなに数多くないとかね、そのようにも感じるんですね。それに該当する方っていうのはそういう意味でしばらくね耐えたりとか、なかなか思うように会えないっていうのは出てくるんだけど、でも粘り強くね諦めずに取り組んでいくことで新しい世界への扉っていうのが開かれていくっていうのが言われてるし、いやもう全然近くに住んでいて会いたい時に会えるよっていう方だとしたら、でもそれでもね忍耐っていうのが共通して入ってくるかなと思うので、何かをこらえるとか、そうですね、これからより良い関係性になっていくために寄り添っていく。ただこの何かこうわーって伝えて全て解決するだけではなくて、たまに待つことも必要、時には待つことも必要でしょうっていうのも入ってきています。でもいつもね心は一緒なんだよっていうことを忘れずにね、信じる気持ちっていうのを忘れずにいてくださいって、お相手からの愛情っていうのをたっぷりと受けると、自分自身も愛されている喜びを実感できて自信にもつながっていきますしね。はい、ここは2人の関係性を大きく動かしていくためにはかなり大きなこと、大きなエネルギーっていうのを貯める必要があるのかなと思います。そしてゆっくりと動かしていく、勢いよく動かすというよりは、今貯めているエネルギーを動かすべきところで動かすっていうようなタイミングを見ることっていうのも大事かなというふうに出てきています。では最後にこちらのお選びいただいたオラクルカードからあなたへのメッセージをもらっていきます。自分自身やお相手のことを理解したいという気持ちを決してやめないでください。あなたが知りたい、追求したい、真実を知っていきたい、新しい関係を目指していきたい、扉を開けていきたいっていうふうに思う気持ちが
これ実現化へ向けての近道ですっていうメッセージです。ぜひ実現化へ向けてこちらのメッセージをお受け取りください。ね、でもお相手からの愛、ハート重なってますね。愛を感じる時がもう間もなくやってくると思います。ぜひ期待していきましょう。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となりました。いかがだったでしょうか。あの人が今あなたに求めていること、そして今気にしていることというところについて見ていきました。夜のちぎり妄想シリーズです。皆様どの選択肢をお選びいただいたでしょうか。そして中には現実化しそうだっていう内容になった方もいたと思います。お楽しみいただけたらなと思いました。では早速プチ3択占いを行っていきましょう。今回はこちらのオラクルオブザセブンエナジー、こちらのオラクルカードから3択でメッセージをもらっていきます。こちらはフリーメッセージでお受け取りください。今のあなたの、必要なメッセージとしてお受け取りください。より良い流れを引き寄せるためのアドバイス、テーマになるようなメッセージをもらっていきましょう。3枚出しますので直感で1枚お選びください。はい、こちらから3枚もらいました。では左、真ん中、右でお好きなもの1枚お選びください。では今回は右から見ていきましょう。右をお選びいただいた方です。はい、すごく明るいカードが入りましたね。光を表しています。光の世界、ちょうど真ん中っていうことを言われています。真ん中、中間っていうことでしょうかね。真ん中ですっていう風に出てますね。過去と未来の間、何かと何かの間のこの光、ここが今あなたがいるところです。ここでもいいですね。ここちょうど真ん中のところにあなたはいます。過去未来の間といえば、今ここにいる現在、現時点として捉えてもいいと思います。今変化の中にあなたは立っています。そしてあなたは今蝶になる前、変容する前なんですね。今これから新しく生まれ変わる、より良い自分へと生まれ変わる最中なんです。だから今この生まれ変わる瞬間を楽しんでください。より良い自分になっていく過程を楽しんでください。このようなメッセージ、中間ですね。では真ん中をお選びいただいた方のメッセージをもらっていきます。これはスピリチュアル性の高いカードですね。はい、神秘の世界を表しています。自分の中のスピリチュアリティというか、自分が今信じていることや感じていること、これを大切にしてくださいというメッセージです。あなたの中の世界、自分の中の世界観、大切にしてください。うまく説明できない、目に見えないからよくわからない、そんな世界なんですが、それを信じる。自分の世界観を信じてそのまま進んでいきましょう。そんなメッセージが伝わってきます。そして自分の直感を信じてね、今訪れるものを受け入れていきましょう。そして左をお選びいただいた方です。これも光の世界へ通じるカードですね。オラクルズギフト。自分自身の存在や能力っていうところを信じてください。自分自身を信じるっていうところですね。自分の価値、自分にとっての価値とか、そのようなものを信じてください。そしてあなたには自分にとっての正しさ、それが何なのかというのを見極める力があります。あなたはいつでも自分にとって正しい道を歩むことができる人なので、だからね、自分自身を信じてください。それは
あなたが天から授けられた才能なんだよっていうことを伝えてきてくれるメッセージです。はい、今回は3枚とも、光の世界のカードやスピリチュアリティの高いものがメッセージとして入ってきましたね。精神世界や直感、スピリチュアルな世界に通じるようなメッセージカードでした。以上、こちらの3枚それぞれお選びいただいたメッセージをお受け取りください。はい、肯定メッセージということで、そしてここに書かれているナンバーをラッキーナンバーとして捉えてください。37番、45番、40番です。すべて2桁の数字になりますが、こちらもお受け取りください。では、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。